日本人の酒の消費量はバブル崩壊直後の1992年に1人当たり平均年間 101.8 リッター、それが29年後の2021年は 73.3 リッターと、28% ダウンしています。で、特に20代男子で飲酒を習慣的に行っている人、酒を飲むのが習慣だという人は32.5% から 12.7% と、約3分の1にまで減っていて、若い男子が酒を飲まなくなっていることが分かりますね。しかし映画の世界では昔から出演者がうまそうに酒を飲む映画とか、お酒についての名言を語る映画というのがたくさんあります。バーでお酒をこういうふうに飲んだらかっこいいというようなことを僕らは映画から学びました。なので今回は酒と映画の話です。今の、若い世代は酒で格好をつけるなんてことは、しませんし、バーなんて場所にも行きませんし、何よりうんちくが大嫌いですよね。本当今うんちくって流行りませんが、酒っていうのはうんちくで飲むようなところがありますから、はっきり言って申し訳ないですけど、今回はうんちくだらけの回です。うんちくが苦手というか嫌いな方はちょっとご覧にならない方がいいかと思いますが、そうでない方にはうんちくもなかなか捨てたもんじゃないということをご覧に入れたいと思います。映画に登場するお酒で、僕がとりわけ印象深かったのはアメリカ映画ガッチャに登場するペルノーという酒です。で、このガッチャっていう映画は映画を使ったサバイバルゲームがアメリカで流行り始めた1985年に作られた映画で、大学のキャンパスでサバイバルゲーム、サバゲーで遊んでいる、童貞でオタクの、大学生が春休みに親友と2人でパリに旅行して、でカフェで謎の美人と知り合って、で彼女にすっかりメロメロになって、で童貞も卒業させてもらい、そして仕事で東ベルリンに行くというこの彼女について東ベルリンに入るんだけど、実はこの女はですね CIA のスパイで、その東ベルリンで手に入れた重要機密を記録したフィルムを国外アメリカに持って帰らせるためにこの若者を利用していたという話です。でこれ主人公が東ベルリンを脱出する、手口というか、これがすごいサスペンスフルで見事で、しかもラストにはですねフィルムを取り返そうと追っかけてきたこの東側のスパイを、主人公が自分の大学のキャンパスに誘い込んで、お得意のこのエアガンに麻酔弾を仕込んだやつでどんどん撃退していくという痛快な見せ場も、用意されていて、すごい面白かった映画です。伏線の張り方と回収が見事でアメリカ映画の底力を感じさせてくれる映画でしたね。特に僕らオタクはむっちゃ感情移入できる映画です。でこの映画で主人公がこの美人スパイと知り合うきっかけというのが、主人公がパリのカフェでメニューに書かれていたこのペルノーという酒をよく分からずに注文して、ギャルソンが水はいるかと聞くから頼んだら、このギャルソンがペルノーのグラスに水を注ぐんですね。これちょっとやってみますが、黄色い酒です。でこの酒にギャルソンが水を注ぐんですけど、そうするとみるみるうちに真っ白になってくるんで、この学生がびっくりして唖然としていると、横の席でこのいい女が笑っていると、これが知り合う、きっかけだったんですね。で日本人にはあまり馴染みがないんですけども、この、ペルノは代表的なアニス種です。このアニスっていうのはセリ科の植物で、この果実を原料に作られるのがアニス種です。で中でも甘口のやつはアニゼットって言いますね。で水を加えるとこのように白濁するのは、このアニスの油成分がこう溶けずに周囲に膜を作って微粒子状になって、それで光が乱反射するからなんだそうです。そしてこのペルノの水割り、これですね、これはフランスの代表的な食前酒です。薬草っぽいその独特の癖があって、飲むと癖になって僕も大好きですねこれ。でフレンチレストランで食前酒にペルノの水割りを頼むと、もうベテランのギャルソンから「おこいつよく知ってんな」って安心してもらえますよ。この水を加えると白濁するアニシュスというのは、例えばギリシャのウーゾ、トルコのラク、イタリアのサンブーカ、ガリアーノなど世界中にあります。映画「ゴッドファーザー」でまさにこのパーティーの時にこのドン・コルレオーネが外で娘の結婚パーティーをやってる時に、自分の書斎でいろんな人から陳情を聞いている時に、パン屋のナゾリーネが手にしているショットグラスに継がれている酒がですね、映画では特に説明はなかったんですけども、原作にはストレガという酒だと、アニス種だと書いてあります。これですね、だいたい黄色いんですけど、映画の中ではこれはストレートで飲まれています。日本のイタリア料理店はサンブーカとかガリアーノは大抵置いてるんですけども、このストレガを置いてる店ってのはめったにありません。そしてもしも棚にこの瓶があったら、その店は多分ゴッドファーザーのすごいファンですから、これを食前酒として注文するとすごい喜ばれると思います。
そしてもう一つ、世界的に有名なアニス種にフランスのアブ酸があります。このアブ酸は、アニスだけではなくて苦よもぎとかウーキョウとかいった十数種のハーブを元に作られるんですけども、その苦よもぎに含まれているツジョンっていう精油成分に原因核作用があると噂されて、で一時はこのフィンセント・ファン・ゴッホが、自分の耳を切り落としたのはアブ酸による幻覚のせいだったと言われてました。そして19世紀末のフランスではこのフィロキセラという害虫のおかげでブドウが全滅しちゃったんで、ワインに代わってこの安価な酒アブ酸が庶民の間にすごい普及していました。ちょうどその時代のパリを舞台にバズ・ラーマン監督がイギリスから来た作家のヨアン・マクレガーとキャバレー・ムーラン・ルージュの花形スターで高級娼婦のニコール・キットマンとの恋を描いたミュージカル映画ムーラン・ルージュの中でヨアン・マクレガーが生まれて初めてアブ酸を飲むと、アブ酸のボトルに書いてあった羽の生えた妖精がそのラベルから飛び出してきて彼の目の前に現れて、そしてなぜかサウンド・オブ・ミュージックのテーマ曲を歌うという、場面があります。このアブ酸の妖精を演じていたのが、カーリー・ミノーグです。このアブ酸の幻覚作用でぶっ飛んだ感じというのはこのシーンはすごいよく出てました。で20世紀に入ると世界的に禁止運動が盛んになって、特にアブ酸はその幻覚作用が問題視されて、1915年から最大消費国であるフランスとスイスで生産、消費が禁止され、その後スペインとかチェコなど禁止されなかった国で細々と、製造が続けられ、本場フランスではこの苦いよもぎを使わずにその分、アニス成分を増やしたパスティス、これフランス語で似せるっていう意味ですけれども、そのパスティスと呼ばれるなんちゃってアブ酸が作られました。今紹介したこのペルノーがまさにその代表的なパスティスですね。ちなみにこれ日本はアブ酸の製造を続けた国の一つで、だからこそ水島新司先生の野球漫画の、主人公で南韓ホークスの叫びたりの代打男の影浦安武の、愛称になったりですね、太宰治が人間失格という小説の中で人間の人生の喪失感を伸び残した一杯のアブ酸と、表現したりしてるんですね。で時は下って21世紀初め、アブ酸の幻覚作用の原因というのが、実は苦いよもぎの副作用というよりは強いアルコールの過剰摂取によるものだということが分かってきて、だからフランススイスは苦いよもぎを使ったアブ酸の製造販売を相次いで解禁します。そしてちょうどその頃世界的なプレミアムウォッカのブームが一段落して、ブームに飽きたバーテンダーたちが原点回帰を図って20世紀初めのカクテルを研究し始めたら、そこにはそのアブ酸ベースのカクテルがあるわ。このバーテンダーのバイブルと言われているロンドンのサボイカクテルブックにはアブ酸ベースのカクテルが108種類も載っているものですから、そこで世界中のバーにアブ酸が常備されるようになります。日本は不況が続いてた上に若者が酒を飲まなくなってバーにも行かなくなっちゃってたんで、この世界的な流れからは完全に取り残されちゃったんですけれども、そんな中2010年に恵比寿にオープンしたトレンチという、アブ酸専門のバーが孤軍奮闘でアブ酸の普及に努めてきました。でこのバーはですね、店構えも内装も思いっきりロンドンっぽい大人の雰囲気で超イケてます。でこれ確か去年落っこっちゃったみたいですけど、イギリスの業界専門誌が選ぶアジアのベストバー50で一昨年は第25位に選ばれてました。この店がアジアでベスト25だったんですね。このアブ酸はこの水をゆっくり加えると、やはり白濁するんですけど、香りが花開いて、で砂糖を加えると味が膨らむと言われて、この19世紀末からグラスの上にアブ酸スプーンと呼ばれる、穴の開いたスプーンを渡して、その上に角砂糖を乗っけて、そしてそこにアブ酸ファウンテンと呼ばれるこの専用の容器からポタポタこのアブ酸を角砂糖の上に垂らして、で最後は溶けた角砂糖をグラスの中に落として飲むというちょっと変わった飲み方がで飲まれてきました。そしてこの恵比寿のトレンチでこのアブ酸スプーンとアブ酸ファウンテンを出してくれて、その飲み方をさせてくれます。でこれがむっちゃインスタ映えするんで、それで世界的にアブ酸が流行って、韓国の芸能人なんかみんなアブ酸を飲んでそれをあげてた時期がありましたよね。ちなみにですね、10月11月のザクロの実が取れるシーズンにこのアブ酸と一緒にこのザクロの実を口に入れると、これはすごい合うんですね。でこれはアブ酸でなくて、このペルノーでも大丈夫です。で老舗のフレンチでこのザクロとペルノーを注文するという技を、僕はこの番組に以前ご出演いただいた先輩の杉山幸太郎さんから教わったんですが、あの方パリで在中経験があるんで杉山さんから教わったんですけど、僕はこの技で一時東京中のフレンチに顔を売ってました。食前にこのアニス酒を注文するとかっこいいと申し上げましたけども、しかし映画に最もよく出てくる食前酒は何といってもシャンパンでしょうね。シャンパンは昼飯の時間を過ぎると女性の飲み物になる。
これはギャビン・ライアルの冒険小説シニアプラスワンに登場するフェイ将軍の言葉です。今だとジェンダー差別的に問題発言ですけども、しかしこのフェイ将軍が言いたかったのは、シャンパンはとにかく朝飲むのが一番だってことですね。そしてこのセリフに影響されて、朝からシャンパンを、飲んだことがあるおっさんというのは僕らの世代には僕も含めて大勢いると思います。でその一方、映画昼下がりのジョージの中で、オードリー・ヘップバーンは肉の料理には赤いワイン、魚の料理には白いワイン、恋にはシャンパンって言ってますね。でこれかっこいいですね。これもこうシャンパンってやっぱ恋の酒ですからね。そしてもうこのオードリー・ヘップバーンという女優さんはいつでももう映画の中でシャンパンを飲んでるイメージでしたね。ローマの休日でオードリー・ヘップバーンが演じた某国の王女様がグレゴリー・ペックと一緒にローマの街を一日中こう歩き回ってる時にカフェで2人で入った時にエディ・アルバートと出会う場面ですけど、そこでオードリー・ヘップバーンがシャンパンを注文してグビグビ飲むので、グレゴリー・ペックが財布の中身をすごい気にしていたというシーンが、傑作なシーンがありましたね。それからティファニーで朝食の中ではこのオードリー・ヘップバーンはですね、ジョージ・ペパードと2人でもうそれこそ朝ごはんの前、朝食の前にシャンパンを1本飲んで、今日は今までにしたことがないことをする日にしようと言って、ニューヨークの街に出かけていくくだりがあって、これもう映画の中でも屈指に僕は好きな場面なんですけども、それからオードリー・ヘップバーンが一緒にしたビリー・ワイルダー監督作品の麗しのサブリナ、もうこれはもうオードリー・ヘップバーンだけじゃなくて出てくる人が全員頭からシャンパンをずっと飲んでるような映画でしたね。同じビリー・ワイルダー監督でもこの7年目の浮気のマリリン・モンローになると、あれコンドミニアムなのかな、海下に住んでるトム・イービル君のところに来て、夏の夜には冷えたシャンパンに限るわよねなんて言うんですけど、でこの時マリリン・モンローがシャンパンのつまみにしてたのはポテトチップなんですね。でビリー・ワイルダーにとってマリリン・モンローっていうのはポテトチップをつまみにシャンパンを飲むっていう感じの女性だったんでしょうね。もう一人シャンパンがよく似合う女性が、イングリッド・バーグマンです。この1942年のこのカサブランカは全編シャンパンがてんこ盛りの映画で、このハンフリー・ボガートと、イングリッド・バーグマンがこのハンフリー・ボガートの回想場面でボガートがバーグマンと乾杯して、有名なセリフ Here's looking at you kid 君の瞳に乾杯っていう時に飲んでいたのが GH マム J アッシュマムというシャンパンのコルドン・ルージュでした。ボガードの酒場にバーグマンが夫のポール・ヘンリードとやってきた時に、このポール・ヘンリードがバーテンダーに注文していたのがシャンパンカクテル。同じ場面で警察署長のクロード・レインズも同じカクテルを注文していました。このシャンパンカクテルっていうのは角砂糖にアンゴスティラビターズをちょっと垂らして数滴垂らして、それをグラスの底に置いて静かにシャンパンを注いだものです。でこれ飲んでいくと後になるほど甘くなるという面白いカクテルです。日本でシャンパンを使ったカクテルっていうと、ベリーニ、ミモザ、キール・ロワイヤルが有名で、シャンパンカクテルを注文する女性って僕、見たことがないですね。でもこれもシャンパンカクテルも注文するとかっこいいし、美味しいと思うんですが、それからこのカサブランカではドイツの将校たちもフレンチ75というカクテルを注文してました。でこのフレンチ75というのはジントニックのトニックをシャンパンに変えた、ジンのシャンパン割りです。だから映画ではこの敵も味方もシャンパンを飲んでた、わけですね。イングリッド・バーグマンは1948年の映画凱旋門の中でこの南フランスのカジノでこのシャンパンタワーを作ってシャンパンを飲んでました。今の歌舞伎町のホストクラブみたいにこのピラミッド状にグラスを積んだものではなくて、グラスの底を下のグラスのここにカチッとはめて、でグラスを4つ積んだタワーで飲んでたんですけど、これなかなかエレガントな場面でしたね。で、今の日本のホストクラブのシャンパンタワーの使い方をイングリッド・バーグマンが見たら何て言うんでしょうね。映画凱旋門はリンゴから作られる蒸留酒のカルバドスを有名にした映画でもあります。僕が若い頃は凱旋門を見てカルバドスを覚えてバーでカルバドスを頼んでる大人ってはいっぱいいたんですけども、今は見たことないですね、最近は。だから日本の酒文化というのもなんかすっかり衰退しているような気がします。そして映画の登場人物が飲むカクテルで最も有名なのは何といっても007ジェームス・ボンドが注文するウォッカ・マティーニシェイク・ノット・ステアードでしょう。普通マティーニというカクテルは飲まれる方はよくご存知だと思いますけども、ウォッカではなくてジンがベースです。でこのジンの代わりにウォッカを使うと、癖がなくなってより万人受けする飲み物になります。そしてマティーニというのはこのミキシンググラスに氷と一緒に混ぜ合わせてグラスに継ぐこのステアというやり方で作るのが普通なんですけども、これをステアではなくシェイカーに入れてガチャガチャガチャっと振る、このシェイクで作らせると飲み物自体の温度がぐっと冷える上に氷の角が溶けてその中に溶け込むので味も若干薄くなってまろやかになります。これシェイクっていうのは強力な飲み方ですよね。例えばカンパリだって何にも加えないでカンパリだけを、シェイカーに入れてシェイクして飲むと全く別の飲み物になりますから、これ一度騙されたと思って試してみてください。
でつまりジェームス・ボンドが注文しているウォッカマーティーニシェイクノットステアードっていうのは、連れの女性のためにマティーニを飲みやすくしているようなもんですね。だから男が一人で飲む時に注文するとしたらそんなかっこいい注文じゃないと思うんですが、アメリカンフィルムインスティテュートの映画名セリフベスト100の第90位に選ばれています。イアン・フレミングの原作小説の第1作カジノロワイヤルの中にはボンドがバーテンダーにこういうマティーニを注文する場面があります。ゴードンのジンを3にウォッカを1、きなり入れのベルモットを2分の1の割りだ。氷みたいに冷たくなるまでよくシェイクして、それからレモンの皮を薄く切ったやつを入れる。分かったね。これがウォッカマーティーニシェイクノットステアードの原型っていうか元だと思うんですけども、このボンドが注文していたキナリレというのはですね、フランスで7人の会社リレ社が作っているベルモットの一種なんですが、2006年に制作されたダニエル・クレイグ主演のボンドシリーズの第1弾の007カジノロワイヤルの中ではダニエル・クレイグが演じるボンドがまさにカジノロワイヤルですから、原作通りにこのレシピのマーティーニを注文していて、でこのマーティーニというのは今はこのカジノロワイヤルのヒロインのベスパー・リンドの名前を取ってベスパー・マーティーニと呼ばれているそうですね。ただこの日本ではこの中に入れるためのキナリレが手に入らないんだそうですよ。一説にはキナから抽出されるキニーネが薬事法で日本では禁止されているからという噂もあったんですけども、しかしこの同じキナ入りのこのトニックウォーターのフィーバーツリーは堂々と販売されているので、多分それはデマだと思うんですが、つまりキナリレは小さい会社の商品なので単に品切れしてるってことなんじゃないかと思うんですが、で僕は注文したことがありませんけども、日本のバーでこのベスパーマーティーニを注文するとキナリレの代わりに同じリレ社のリレブランというこっちは流通しているそうですけど、このベルモットを代用しているそうです。それから007でもう一つ忘れられないのがこの第3作ゴールドフィンガーで、悪玉のゴールドフィンガーがケンタッキーの牧場のテラスでボンドに勧めたミントチュレップというカクテルです。このミントチュレップはグラスにバーボンと砂糖とミントの葉っぱを入れてソーダで割ったものです。このミントの葉というのはペストルと呼ばれる専用のすりこぎで潰すのが普通なんですけど、これモヒートと同じやり方ですよね。でもそのままでも自分でマドラーで潰しても OK で、ケンタッキーダービーの公式ドリンクになっているそうです。で毎年5月のこのケンタッキーダービーの当日にはですね、競馬場でプラスチックカップ入りのこのミントチュレップが12万杯売れるんだそうですよ。そしてバズ・ラーマン監督のレオナルド・デカプリオ主演の華麗なるギャッツビーでも、ミントチュレップをみんなが昼間から飲んでましたね。ショーン・コネリーのジェームス・ボンドはゴールドフィンガーからこのミントチュレップを勧められた時にサワーマッシュ but not too sweet please と注文していました。このサワーマッシュというのはバーボン独特の発酵プロセスの名前で、バーボンの発酵方法にはもう一つスイートマッシュというのがあって、ほとんどのバーボンはサワーマッシュの方で作られていて、スイートマッシュの方が実は高級で味もいいと言われています。これ日本で飲めるスイートマッシュで作られたバーボンというのはウッドフォードリザーブぐらいじゃないかと思うんですけども、これ1本4000円以上したと思います。だからですね、わざわざ指定するんだったらスイートマッシュと言った方が渋いと思うんですけど、なぜボンドがこの時わざわざほとんどのバーボンがそうであるサワーマッシュと言ったのか謎ですね。俺はバーボンはサワーマッシュというプロセスで作られているんだことを知っているぞってアピールしたかったとしか思いません。ちなみにこれ原作にはこのセリフはなかったと思います。そして小説の世界でウォッカマーティーニシェイクノットステアードと同じぐらい有名なカクテルがレイモンド・チャンドラーのロンググッドバーに出てくるギムレットでしょうね。普通ギムレットっていうのはジン3か4に対してライムジュース1の割合でシェイクしたカクテルですが、この小説ロンググッドバーに登場する魅力的な悪役のテリー・レノックスは小説の中でこう言っています。こっちにはこっちにはってのはロサンゼルスのことですけど、こっちには本当のギムレットの作り方を知っている人間がいない。ライムかレモンのジュースとジンを混ぜてそこに砂糖をちょいと加えてビターを垂らせばギムレットができると思っている。本当のギムレットというのはジンを半分とローズ社のライムジュースを半分混ぜるんだ。それだけ。昔僕の友人がこの通りのチャンドラーが書いた通りのレシピでギムレットを作って飲ませてくれたことがあるんですけども、ローズ社のライムジュースは最初からたっぷり砂糖を加えたコーディアルっていう、タイプなので、もう僕の感覚だとこのギムレットは甘くて飲めたもんじゃありませんでした。チャンドラー大丈夫かよって感じなんですけど、エリオット・グールドがフィリップ・マーロンを演じた以前この番組で紹介して僕大好きなこのロバート・アルトマン監督の1973年の映画ロング・グッドバイにはギムレットは出てきません。そもそも原作だってギムレットを飲んでるのはテリー・レノックスの方なので、主人公のフィリップ・マーロンが飲んでるわけじゃないんですけども、映画ロング・グッドバイのエリオット・グールドは代わりにですね、バーで CC ジンジャーというカクテル、これはこのカナディアンクラブをジンジャーエールで割ったものです。これを注文していました。
このウイスキーのジンジャーエール割りっていうのはジンジャーハイって言って昔からあるカクテルなんですけども、これわざわざウイスキーをカナディアンクラブに指定して新地ジンジャーといった方がかっこいい気がしますね。スコッチウイスキーの原料は大麦ですけども、このカナディアンクラブというのはトウモロコシから作ったベースウイスキーとライ麦から作ったフレーバーウイスキーを混ぜたブレンデッドウイスキーで、これすごい飲みやすいんですね。でこれがジンジャーエール、特にウィルキンソンの辛口のジンジャーエールに色も味もすごい合うんですよ。しかもカナディアンクラブは結構安いウイスキーですから、これはしがない探偵には最適な飲み物ですね。そして僕らが日常的に飲むのにもこれ CC ジンジャーうってつけの飲み物だと思います。僕大好きです。それから映画に登場する印象的な酒っていうのはまだまだあります。例えばトム・クルーズ主演の1988年のカクテル、これはっきり言って大した映画じゃないんですけれども、ただこの映画にはセックス・オン・ザ・ビーチとかオーガズムとかとんでもない名前のカクテルが登場して、でしかもこれが公開されたのがバブル絶頂の1988年、だったもんだから、こんな浮かれポンチの名前のカクテルが、六本木で結構流行ったりしてましたね。それから浮かれポンチといえばサラ・ジェシカ・パーカー主演の、ドラマシリーズで映画にもなったセックス&ザ・シティに登場したコスモポリタン、これ覚えてる方多いんじゃないかと思うんですけど、コスモポリタンも2000年代初めにですね、東京の遊んでる浮かれポンチの女の子の間でむっちゃ流行ってましたね。今全く聞かないですけども、もっと新しいところだと2019年の、クエンティン・タランティーノ監督作品の Once Upon a Time in Hollywood でスタントマン役のブラッド・ピットが、飲んでいたごっついブラディ・メアリーが、強烈でしたね。これですね、これ突き出て右足で切るのに突き出てるのはセロリです。ブラッド・ピットはこのセロリにもかぶりついてまして、ちなみに今ガンガン垂らしてるのはタバスコです。ご存知の方も多いと思いますけども、アメリカでブラディ・メアリーを注文するとウォッカとトマトジュースとレモンを絞っただけじゃなくて、必ずこれですね、クラマトっていうこれハマグリのエキス入りのトマトジュースを加えてますね。カクテルのレシピ本にはこのクラマトジュースを加えたブラディメアリーはブラディシーザーとよく書かれてるんですけども、でもアメリカのバーとかあるいは国際線の飛行機の中でブラディメアリーを注文すると、間違いなくこのクラマト、ジュース入りのブラディメアリーが出てきます。そしてうまいですね。でこれ僕の記憶違いでなければ、もし間違ってたら申し訳ないんですけども、このレシピはニューヨークのこの作家が有名作家がみんな言ってたアルゴンキンホテルのブルーバーというバーで考案されたレシピで、僕もブルーバーにブラディメアリー飲みに行ったことがあるんですけども、まさにこのクラマトジュース入りでしたね。美味しかったです。スーパーでも売ってますね。これ僕シナノ屋で買ってきたんですけども、これアマゾンでも買えますから、試しに買って自分の家でブラディメアリー作ってみてください。美味しくなります。Once Upon a Time in Hollywoodに出ていたこのブラッド・ピットといえばですね、彼が1992年まだ28歳だった時に主演したフライフィッシングをテーマにした映画リバーランズ・スルイットにボイラーメーカーという強烈な飲み物が出てきます。これ早い話バーボンウイスキーのビール割りなんですけど、ビールがなみなみ入ったジョッキにバーボンを入れたショットグラスをそのままドカンと落として、それをジョッキごと飲んじゃうっていう、すごい豪快な飲み物ですね。そしてそんなものをですね、一気に飲んだらどうなるかというとですね、こうなります。この映画でボイラーメーカーを飲んだブラッド・ピットの、兄貴役のクレイグ・シェーファーがこのようになってました。これもともと発電用のボイラーを作っていた労働者たちが手っ取り早く酔っ払うために缶ビールに、バーボンを入れて飲んだのが起源だそうなんですけど、このボイラーメーカーは頑張れベアーズのウォルター・マッソンはですね、まさにその缶ビールにバーボンを入れるという作り方でこの、ボイラーメーカー飲んでましたね。映画のウォルター・マッソンの役はバターメーカーだったんで、もしかしたらこのボイラーメーカーからイメージして付けられた役名なのかもしれません。1998年のアカデミー賞で7部門を受賞した、名作恋に落ちたシェイクスピアのジョン・マッデン監督が2012年に撮ったイギリス映画マリーゴールドホテルで会いましょう、すごい面白い映画です。これはこのそれぞれ事情を抱えたイギリスの老人たちがですね、調子のいい広告に載せられて余生を送るためにインドのジャイプールにあるリゾートホテルに来てみたら、とんでもないオンボロホテルで、しかも改修工事の真っ最中だったっていう話です。これは要は老人と現代のインド文化の異文化遭遇コメディなんですけど、このインドの川べりの眺めのいいテラスでこのやってきたイギリスの老人たちはジントニックを飲んでました。トニックウォーターっていうのはもともと熱帯地方の英国の植民地で、マラリア防止のために飲まれていた一種の薬みたいなものなんだそうで、だからこのインドでジントニックを飲んでるっていうのは文化的には正しいと思いますね。ジントニックというのはあまりにもスタンダードなカクテルですけれども、僕は以前三井住友フィナンシャルグループの副社長でイギリス生活経験をお持ちの門脇秀治さんという方から、イギリスでは世界一美味しいジントニックは英国最古のワイン&スピリッツショーであるベリーブラザーズ&ラッド社の BBR No.3 ロンドンドライジン、これですね。
BBR ナンバー3ロンドンドライジンをさっき紹介した機内入りのこのフィーバーツリーというトニックウォーターで割ったものだと言われている。で教わりました。買って飲んでみたんですけど、これ確かにこれは作ってみたけどうまいですよ。お試しください。ただこのジン高いですけどね、相当。もうこの手の話はキリがありませんね。例えばゴールドフィンガーのガイ・ハミルトン監督が1980年にこのエリザベス・テイラー、キム・ノバク、ロック・ハドソン、トニー・カーチスといった大スターを集めて作ったアガサ・クリスティのミス・マープルもののクリスタル殺人事件、この映画に登場する広口のアメリカ風シャンパングラスにクラッシュとアイスとともに入れたこの黄緑色の毒入りフローズン唾液とか印象的でしたね。酒とバラの日々でリレミックをアルコール中毒に溺れさせる、きっかけとなる、悪魔のカクテルブランデー・アレクサンダーとか、あるいはカクテルじゃないけども大脱走でスティーブ・マックイーンがジョームス・ガーナーたちと、密かにホロ収容所で密造していたジャガイモッカとか、こうまだまだ触れたい酒がたくさんあります。これもう一回やるしかないですかね。ところで僕らホイチョイプロダクションの仲間に、小杉正明という人物がいます。学生時代からの僕の親友です。これ一般人なのでこの実名を紹介するのもどうかとは思うんですけども、実はこの彼の、小杉正明という名前はですね、私をスキーに連れてってでは沖田博之君、波の勝だけ抱きしめてた織田裕二君が演じた役名でもあるので、パブリックな人として紹介します。実は小杉正明は、自動車会社の技術者なので、どちらかといえばその沖田博之君が演じたようなエンジニアタイプの人間です。沖田博之君はこの私をスキーに連れてってのスキーアドバイザーの海和俊弘さんと仲良くなって、志賀高原の夜瀬スキー場というところにある海和さんのロッジによく来ていて、で僕らも毎シーズンこの海和さんのロッジにお邪魔していたので、一度ばったりそこで遭遇して、で沖田博之君が小杉正明と一緒に滑るという、僕にとってはグッときちゃうような場面をビデオに撮らせてもらったことがあります。でこの本物の小杉の方はですね、すんごい酒飲みで、こう酔っ払うと人格が変わっちゃう男でした。もうあまりに別人格になるので、僕は実は彼のために酔っ払った小杉という名刺を作って、酔っ払った時は別人格になるんだから、横にいる人に驚かせるといけないから、この名刺を出して「はじめまして、今やってきた酔っ払った小杉です」と言って自己紹介して挨拶しろって言って、その名刺を渡してあげたんですが、そしたらこの小杉はですね、本当に誰かと飲みに行って酔っ払ってきたら、この酔っ払った小杉の名刺を出して「はじめまして、私こういうものです」っていう、名刺を出して相手をかなり困惑させていたそうです。そしてこの小杉は酒に強いだけあって、もうカクテルに一家言ある男でした。実はさっき昔手に入りにくかったローズ社のライムジュースをどこからか調達してきて、テリー・レノックスのレシピでギムレットを作ってくれたと言ったのがこの男です。僕はこの酒についてはこの男からかなりいろんなことを教わりました。アバンティというバーを舞台にしたラジオ番組を企画したのもこの小杉の影響ではなかったかと思います。で、この社会人になったばかりの頃にですね、この小杉が父親譲りのすごく大きなトランク、旅行カバンを自分で改造して、そこにシェーカーとかミキシンググラスとか、ベースになるジンとか、それからビタース類、トニックウォーターなんかをきれいにこう並べて入れられて、しかも中に電気がついて瓶がボーッと光るっていうカバンを作って、だから移動カクテル、セット、移動バーみたいなカバンを作って、これ自動車のエンジニアですからそういうの作るのお得意だったんですけれども、そして彼はスキー場にそのカバンを持ってきて、蝶ネクタイをそのカバンに入れてて、で蝶ネクタイをつけて、でシェーカーを振って、彼がこの作るカクテルをスキー場で飲むようになりました。だから結構本格的なカクテルを僕らスキー場で飲んでたんですけども、そして映画「私をスキーに連れてって」の中でユーミンの「ハッピーニューイヤー」という曲に乗せて、三上博史君が車で万座から志賀高原まで車で雪の中を飛ばしていくシーンとですね、交互に描かれている万座のロッジの中で、沖田博之君、原田喜和子君、高橋富君、布施宏君が他の何人かと一緒にマーダラー、ウィンクキラーっていう、ゲームをやってる場面がこうシンバックで描いてるんですけど、その時に沖田博之君は蝶ネクタイをつけて、この実際に小杉が作ったカバンを、広げて、でカクテルを、作っているシーンを撮って、で実際にだから私をスキーに連れてってる中には小杉が作ったこのカバン実物がアップで、出てきます。でこの沖田博之君ってすごい趣味人だったんで、このカバンを撮影現場で見てすっごい喜んで、でそのカバンのお酒を使ってですね、大喜びでその蝶ネクタイを締めて、映画見ると分かりますよ、蝶ネクタイを締めてカクテルを振る舞ってました。だから僕は個人的にですね、映画と酒というとまず真っ先に、思い出しちゃうのがあの場面です。だからいつかまた私をスキーに連れてってをご覧になる機会があったら、その時はですね、ぜひ沖田博之君に注目してみてください。沖田君も喜ぶと思います。
チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。